2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー20。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回の動画は天井中央への配線方法がメインです。具体的には天井に取り付けた扇風機スイッチ配線の整理です。この方法は天井照明やモニター等を増設するときにも応用できます。配線は天井から B ピラーを経由して床へと送ります。床へ向かわず途中から A ピラー方向へ向かえばイルミ電源にも接続が可能になります。床へ配線するためにはピラーの取り外し復旧を伴います。 B ピラーの下部には前後のサイドステップガーニッシュが載っているので当然それらも取り外し復旧を伴います。そして夏場になると天井内は高温になるのでその対策も参考になればと思います。それでは動画をお楽しみください。配線ルートの説明。天井に取り付けた扇風機の配線を内部に切り回してすっきりさせます。N ワゴンはルームランプが前後にしかないため中央にランプを増設するときにも役立ちます。配線は天井中央の穴からルーフ内を通し B ピラーから床を経て増設コンセントに至ります。下側のパネルが上のピラーにかぶっているためまず下を外してから床まで通します。パネルは前後をこのようにめくるようにすると外れます。完全に外すには前後のサイドステップガーニッシュが載っているのでこれらを外す必要があります。詳しくは11分33秒頃をご覧ください。床まで配線したら床張りの下を中央まで配線します。ちょうどこの字を描くように配線するわけです。扇風機接続方法とコネクターの説明。扇風機の取り付け金具です。ケーブルを通過させる穴8ファイを開けて再塗装しました。ケーブルの外径は 5.5 ミリですがコネクター5ミリ角を通したいのです。ビス養生を取って金具を重ねてみます。このように重ねて位置を出し同じところに穴を開けています。ケーブルをスムーズに通過させるため下側にも穴を開けました。これで上側のケーブルと扇風機ケーブルをきれいにつなげます。これが接続コネクター5ミリ角です。小さいものですが容量は3アンペアあります。私は QI コネクターと呼んでいます。ケーブルを穴に通してこの辺りでコネクティングします。金具は艶消し塗装に変えました。扇風機側のケーブルをカットしてコネクターを作りました。コネクターを通してみます。
こちらは深側なのでオスのピンを使っています。端子はエンジニアの精密圧着ペンチで圧着しています。天井側は電源なのでメスを使っています。このように電線の色を合わせて接続します。こんな感じです。天井側はケーブルが少し長いので調節します。動作電流の確認。扇風機にエンジン始動時の電圧をかけて動作電流を確認します。電流を確認するのはケーブルサイズを決めるためです。首振りを選択しながらスローにします。 0.9 アンペアです。ここでファーストに切り替えます。 1.43 アンペアです。扇風機のケーブルは 0.3 スケアなので VCTF0.3 スケア4シ許容電流4アンペア耐熱 PVC90 度を選択します。ケーブル通線の準備。これはシリコンチューブで耐熱温度150度です。内径は 7mm 外径は 9mm です。これで天井内だけケーブルを熱保護します。今回使うケーブルの外径は 5.5mm です。ケーブルを入れてみるとご覧のような状況です。取り付け金具です。最終的に周囲に 3mm のゴムシートを貼り付けています。理由は天井の直なものがフラットバーではなく C チャンネルだったからです。 C チャン内部に通線が困難なためこのスペーサーを作りました。 6mm なのでこれでケーブルは通過できます。そうすると天井より 3mm 金具が浮くのでゴムシートを貼りました。ケーブルはこのようにしました。これは薄手の断熱シートに両面テープを貼ったものでケーブルの出口に巻きつけます。こんな感じを目指します。ケーブルは実際下側に出ますがフィーリングだけ汲み取ってください。長さ約4センチほどです。これで準備が整いましたので配線作業に移ります。配線の開始。前述のようにルーフ内配線には B ピラーが障壁になるため上部パネルを外します。その前に下部パネルがかぶっているのでこれを外します。下部パネルは完全に取り去る必要はありません。この部分に隙間ができれば OK です。ガーニッシュは外側にめくるように外します。前側は引っかかりを外すだけで OK ですがガーニッシュを外せばよりやりやすくなります。こんな感じでクッションゴムを下から外します。ルーフ中央側から右側ドア上まで通線ワイヤーを通しました。ここからルーフ中央に向けてケーブルを通線します。
一方ピラー上部はシートベルトのボルトを外すため、まずカバーを工具で外します。爪で止まっているだけなので少しの力で OK です。このサイズ14のボルトを外します。とても長いので緩める動画はカットしました。外れました。5センチくらいあります。パネルはこの裏の爪で止まっているだけなのでマイナスドライバーなどで簡単に外れます。下カバーの引っかかりを外してクッションゴムをめくります。上は差し込んであるだけなので簡単に外れました。この爪で止まっています。上はこのように差し込まれています。後部のガーニッシュを外します。この2本の足が床材の穴に入ります。そして爪4箇所で止まっています。配線は作った隙間から床に送ります。ここに点検口があるのでこれを利用します。ワイヤーを使ってチューブを通しました。下にケーブルを送ってゴムを戻します。上部パネルを戻します。上に差し込んで下の爪を戻します。シートベルトを戻します。両サイドの引っかかりを戻します。ガーニッシュの向きを合わせて戻します。これでケーブルがここまで来ました。座席の固定カバーを外します。2箇所爪で止まっているだけです。外れました。ワイヤーを通して床材の切れ目からケーブルを出します。ケーブルが通りました。金具の再取り付け。ケーブルを引き込んだのでこれから金具を取り付けます。
先に穴を合わせてスペーサーを取り付けます。うまくつきました。ちょうど3ミリほど飛び出ています。金具を取り付けたら終了です。操作スイッチ回路の変更。以前の回路図です。回路はそのままで配線を変更します。これが新しい回路図です。変更点は電源を操作スイッチではなく途中の分岐ボックスに送ったことです。こうすることで操作スイッチに来るケーブルが1本で済みます。これで後部座席での操作が容易になります。この方法で配線を進めます。分岐ボックスの接続です。緑ラインに電源を割り込ませています。接続後は熱収縮チューブを使っています。蓋をかけたら両面テープで気接ボックスに貼り付けます。完成と試運転。完成しました。配線変更でケーブルが1本になりました。接続部もコンパクトにまとまっています。弱運転です。強です。首振りです。停止にすると首振りも止まります。これで動作が確認されました。最後に各ドアからの動作を見ていただいて動画を終えたいと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。